外と思ったより山の中入っていくんですけれども、あ、待って、虫がいっぱいいるからゴーグルで防げない。ゴーグルがないから手に直接当たってくるんだけど、虫当たる。いやいや、思ったより山に入ってる。これ対向車とか厳しいんじゃないか。まあ、パカオはバイクなんで知りませんけどね。そう、ゴーグルがないとこうヘルメットの中に虫が入ってきた時にね、もう絶叫しちゃうかもしれないので、ちょっとそこだけ気をつけなきゃいけないななんて思ってるんだけど、なんかやってる。川辺でバーベキュー。いいな、パカオも夏だしバーベキューとかやりたいな。誰か誘ってくれないかな。でもパカオバーベキューやっても野菜は食べないから野菜持ってこないよ。お肉しか持ってかないからね。持っていくとしたらせいでトウモロコシぐらい。だって美味しくないんだもん。ほら玉ねぎとか持ってってさ、ジュージュー焼いてる人とかいるけど、なんでバーベキューで野菜とか焼いてるの？何が美味しいのとか思っちゃうんだけど。あら、なんかえらいゆっくりモードになりましたけど、20キロ、30キロ。ほんと、これだといつもの秩父ルートになっちゃう？まあいっか。どうせパカオの動画なんて道路見てないだろうから、いつもの秩父ルートでもきっとわからないよね。ひどい。ファイナーのみんなをディスってくフォトブログ。ひどい。なんか渋滞してますけど大丈夫ですか？青い先頭の車さん。人がいっぱい、人がいっぱい。みんな、こっちみんな。後ろもいないし、なんか前はのんびりとしてのんびりさせておりますけれども、対向車バイク、大丈夫か？追い越し禁止のところを抜いて結構ギリギリな感じだったけど大丈夫ですか？まあね、この前のトロトロ運転の車を抜きたくなる気持ちはわかるけど、もうちょっと安全で行った方がいいと思うよ。ね、今の結構ギリギリだったからね。さあ、課題やらなきゃ。最近ね、学校の授業がオンライン授業だからさ、その課題やらなきゃいけないからめんどくさくて。で、しかも明日登校日なんだけどさ、明日までにやらなきゃいけない課題がいっぱい溜まってるのよ。課題がいっぱい溜まってるけど元ブログ取りに行くっていうね。あら、これほんと秩父高原行っちゃうじゃないですか。ゴーグルしようかな。対向車がバイクばっかなのよ。カード素顔がバレちゃう。ゴーグルしようかしら。ここなら平気かな。よいしょ。ちょっと待ってね。ゴーグルをしよう。ゴーグル装着。取れてる？大丈夫？オッケー。後ろよー。シャッパーン。あ、なんか鼻、息が吸えない。ちょっと待って。息が吸えない。あ、オッケー。いや、よくないの。息が吸えない気がする。まあいいや。いや、よくない。ほんと待って。よいしょ。これを下げるか。よし、これオッケー。これをこれオッケー。後ろもいない。前もいない。オッケーオッケー。ちょっとうまくないぞ。ここでもまたちょうどバイク。ちょうどバイクがいたからいい。あ、いい感じ。みんな速いな、バイク。もう見えないぞ。よくない？もう見えないの？顔が遅いのか、バイクが速いのか、どっちでしょうか？チックタックと、30キロでした。いや、125cc だからかな。パカオが遅いというか、125cc だから遅いんであって、これがね、1000cc とかだったらパカオくん超速いから。変わんない。速度多分変わんないと思う。ほら、この速度だったら最悪、道路の上に鹿が出てきてもどうにかなる。山道走ってる時の一番怖いのがさ、マジ動物の飛び出しだよね。動物の飛び出しはほんとどうしようもないからさ、いきなり出てきた時に飛ばれる速度で走ってないとね。車とかだったら別にさ、最悪ドーンってぶつかって引いてるからまあ死ぬことはないですよ、人間は。バイクはぶつかったら 100% こけるだからね。そこがバイクのね、怖いところだよね。だからほら、バイクで山道にスピード出すのは気をつけた方がいいよ。はい、ということでなんだかんだ、ヤッホー秩父高原に到着いたしました。ということはですね、秩父高原ではなくこっち側にバイバーイ、ヤッホーバイバーイ。おお、牛がいた。今日ここに牛いるの？牛さん、ヤッホーヤッホー。あー、これな、反対車線じゃなかったらもっと近くに行くんだけどな。まさかあんなところに牛が放牧されてた。やっぱ春とかだとさ、木々も青々しく草も美味しいから外で放牧いっぱいされるんだろうね。いいよ、牛さん。でも牛さんはね、気をつけないと18禁の動画になっちゃうからね。白昼堂々とそれはやっちゃダメだよ。ちょっと今撮影中だよそれ。ほら、いい景色でしょ。秩父高原から降りる道はほんといい景色だと思うな。みんなもここ来てね。もしかしたら牛さん放牧されてモーモーしてるかもしれないさ。走り屋さんが走り回った後があるけど、気にしない？カーブヘアピン。めっちゃ走り屋さんが走り回った後があるからね。そんなの気にしないんですよ。キーグリップしっかりといて、ブレーキをしっかり使い、エンジンブレーキを使い、スピードは30キロでいいね。のんびり後ろがいないからオッケー。あ、やばい、後ろから気持ちいい。どっから譲らなきゃ。焦る必要はない。焦ると事故の元だからね、気にしなくていいんだ。どこで譲らっかな。ここでいいや。はい、どうぞ。バイクないから平気だよ。やっぱバイクってこうやってさ、簡単に道を譲れるのがいいよね。これこそバイクの特権である。これ上何ある？気になるけどな。後ろはいない。あ、後ろ車来たよ。はい、これ行こう。よし、取れてるよね。大丈夫だよね。電池は充電しながらだから大丈夫ね。よし、オッケー。よし、いいのもう車なんか全部譲っていいの。のんびり行きたいの。これは左。秩父をさ、散策するときってやっぱこの道よく使うよね。この辺の人たちは意外とこの道の車の通りの多さにって思ってるんだね。やだ、速いそうな車が後ろにいっぱいいる。あんな車の前走れない。絶対あれ超飛ばすじゃん。怖い。もうそんな人に乗ってる人信じられない。怖い。置いてかれたよ。よかった、譲ってなんだろう、こんぐらい広い道だったらさ、まあ速いのもいいんだけど、ああいう細い道遠くないのかななんてちょっと思っ
びっくりした。危ねえ、早く没動画になるところだった。只見峠東秩父川天然通行止め。多分ね、ジュラテリア花までは行けるはず。だって行けなかったらジュラテリア花営業できないんですね。只見峠はね、結構埼玉県に住んでる人はいっぱい行く人が多いから有名なんだけどさ、あれあるかな、トトロ知ってる？只見峠の壁の苔を使ったトトロの壁画っていうのがあるらしいんだけど、ついでにそれも見れたりしないかな。どこにあるのかは知らないんだけどさ。バイクが帰ってきてるってことは絶対行けるってことやな。多分な。ヤッホー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 。いや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 、イノシシ肉うどんだって。イノシシ肉食べてみよう。ダメ。イノシシ肉うどんとかちょっと食べてみようかな。美味しいかね、イノシシ肉。お、渋滞かな？お、何なんかしてる。当然ね。ジュラテリア花？その先です。左側がちっちゃいです。はい。ジュラテリア花までは行けるんだね。それ以外は多分行っちゃダメだから U ターンしてくださいねってやつなんだよね。そしてバイクがいる。ということで、ここですね、ジュラテリア花。後でジュラテリア花に着きました。お邪魔してきました。すぐ隣で川が流れてるので、川のせせらぎを聞きながらね、ジェラートとかを食べられたので、とてもなんか心が癒される空間でしたね。ジェラートもね、すっごい美味しかったですよ。僕は今回頼んだのは牛乳系のやつとチョコなんだけど、どっちかっていうと結構さっぱりしてる感じかな。すごい食べやすい感じの味が、また秩父市からはそんな遠くないと思うので、ぜひぜひ遊びに来ていただければいいんじゃないかななんて思っております。ということで今回のモトブログはね、ここまでにしたいと思います。よろしかったらね、チャンネル登録と、あとは高評価のボタン押してもらえると嬉しいです。ということでね、バイバイ。NG シーン